ご視聴ありがとうございます。今回の舞台は JR 山手線と京浜東北線などが乗り入れる浜松町駅です。突如姿を現した線路の正体と数十時間に及ぶ運休を伴う工事計画、そして壮大な未来構想を解説します。私が今乗っているのは東海道線上野東京ラインの宇都宮行き。品川駅を出て進行方向左側には山手線と京浜東北線の線路が並び、先ほど両線の田町駅を通過したところです。一方この後ろには東海道新幹線と東京モノレールが並び、合計で10本の線路が並んでいます。東京モノレールの線路が他の線路を斜めにまたぎ、浜松町駅に入ります。そして車窓を眺めていると、手前の線路との間隔が開き、もう一つの線路が姿を見せます。浜松町は空港アクセスの一角を担う東京モノレールの起点。JR も羽田空港アクセス線の計画を進めている中、早くも線路が敷設されたのでしょうか。次の新橋駅で引き返します。ダイヤ改正から間もない3月下旬、構内の路線図は修正箇所がシールで上から貼り付けられています。直通列車が廃止された横浜線や青梅線、そして宇都宮線の一部区間。路線図が丸ごと取り替えられる日は来るのでしょうか。京浜東北線の快速列車は日中は新橋駅に止まらないので、山手線の外回りに乗ります。浜松町駅の手前で、京浜東北線南行きの線路から先ほどの線路が分岐しており、線路自体は左側に膨らむように配置されています。一方この両線は、田町駅の手前から田端駅まで同じ方向の線路が並んでいます。これは方向別複々線と呼ばれる乗り換えの利便性が高い線路の配置。首都圏の JR の複々線で、これほどの長さの方向別複々線は他にはありません。ホームに降りると、目の前には東海道新幹線の列車が見えます。5路線10本の線路が並ぶだけあって、日中でも列車が続々とやってきます。ホームの端にある小便小僧の話は一旦置いといて、ホームの後ろ寄りへと向かいます。今上に見えているのが東京モノレールの高架で、その奥にあるのが連絡通路。ホームは山手線の11両編成も止まれるよう、全長220メートル余りあります。新幹線や東海道線にはホームはありませんが、山手線と京浜東北線をはじめ、各線が接続することもあり、JR 東日本では22番目の乗車人員を誇ります。次の吉祥寺駅から乗車人員は10万人を下回るため、一つの節目にあたる駅となっています。この先へ向かう前に、一連の話に関わってくる浜松町駅の歴史を解説します。この駅が開業したのは1909年。当時の東海道本線の起点は、現在の汐留駅付近にあった初代新橋駅。上野駅を起点としていた当時の日本鉄道とを結ぶルートとして、市街地を貫く高架鉄道として建設された際に開業した駅です。最初から現在の山手線にあたる系統のみが止まる駅でした。1914年には現在の京浜東北線が開業。長年にわたって線路を共用していた両線ですが、増大する輸送量に対応するため、56年に線路が分離されます。一方、64年には東京モノレールと都営浅草線が相次いで開業、東海道新幹線も開通し、現在この駅を通る路線がほぼ出揃います。この地図では、東海道新幹線のさらに東側にある貨物線、通称大塩線の線路も見えますね。最後の路線となる都営大江戸線が開業したのは2000年のこと。大塩線は大江戸線の工事の関係で休止となり、現在に至っています。なお、浅草線と大江戸線は大門が正式名称であり、浜松町は副名称となっています。そして、浜松町駅を語る上で触れておきたい、あの小便小僧。これは、1952年10月14日の鉄道開通80周年に合わせて設置されたもので、このために作られたものではなく、当時の駅長の友人が運営していた診療所の庭にあったものが、そのまま寄贈されたものです。初代の像は陶器でできていましたが、数年後に現在のブロンズ製に交換されています。この駅は、2002年に京浜東北線の快速列車が停車するようになり、実質的に快速運転区間の端っことなっています。ただしその割に、
ホームはそこまで広くはありません。双方の乗り換え客も多く、方向別複々線ということで、対面乗り換えができる便利な構造ですが、改札とを結ぶ階段がある場所でもこの幅であり、少々心細い感じです。ちなみにこの橋上駅舎が建設されたのは、1984年。浜松町駅が開業した時のホームは90メートル余りしかなく、駅の発展に伴って設備が拡張されてきました。ホームの終端が近づいてきたところで、線路脇には砂利を収めた袋が並び、先ほど車窓から見えていた例の線路が姿を見せます。新橋寄りでは、京浜東北線南行き線路との接続部分までレールがありましたが、こちら側は様子が違いますね。線路の切れ目より手前側には機材が並んでいる一方、頭上ではすでに架線が張られています。今ある線路の架線は真っ黒ですが、新しく張られた架線は金属の光沢がありますね。この線路は今のものよりも枕木が太く、安定性のあるタイプですが、変化しているのは線路だけではありません。この辺りでは、ホームの作りも変わっています。動画では伝わりにくいのが残念ですが、踏むたびに沈み込むこの感触は、工事が行われる駅でよく見られるものです。そしてこの場所が、この駅の大改造計画の第1弾となる2ヶ月後に迫った工事の舞台です。この場所で行われるのは、京浜東北線南行きの線路の移設によるホーム拡張工事です。線路が移動される範囲は、このホームの田町寄りから駅北側の橋をさらに越えた場所までおよそ442メートル。このホームは、先ほど私がいた北口の周辺で最大で 3.6 メートル拡幅されます。この工事は5月21日土曜日の夜10時頃から23日月曜日の始発までおよそ30時間にわたって行われます。このチャンネルでもご紹介した昨年10月に行われた山手線渋谷駅の内回りホーム拡幅に伴う線路切り替え工事では山手線内回りが52時間にわたって運休になりました。今回の工事はそこまで長時間の工事ではありませんが、この手の工事でよく見られる変則的な運行ダイヤはここでも見ることができます。まず、5月21日の夜10時から終電まで、東海道線、上野東京ラインが運休になります。運休区間は品川から東京までですが、この線路を走る常磐線は、品川から上野までが運休となり、特急列車にも一部区間運休が発生します。第一段階として、東海道線の線路のスペースも活用した作業が行われるようです。一方、京浜東北線は運休にならず、田端と田町で線路を移動し、方向別複々線をフル活用して山手線の線路を走行します。土曜の夜ということもあって、一部の列車の時刻が変わるのみで、本数も通常通りです。京浜東北線がこの区間で山手線の線路を走る光景は、リフレッシュ工事と呼ばれる設備改修工事の際にも行われているもので、山手線のホームドアは、京浜東北線の10両編成でもドアの位置がずれない構造となっています。山手線の10号車の窓が得意な配置なのは、京浜東北線の先頭車にドアの位置を合わせたためです。一方、5月22日は事情が変わります。京浜東北線が山手線の線路を走るのは同じですが、日中の快速運転は取りやめとなるほか、通常の本数すべてを走らせることはできないため、一部の列車は東十条駅で折り返しとなり、工事区間ではおおむね10分間隔になります。並行する山手線も、線路を共用する外回りは、本数が減らされます。一方、上野東京ラインや常磐線は通常運転に戻り、21日と22日で運行形態が変わるという、渋谷駅の工事の時は見られなかった取り扱いです。ちなみに渋谷駅の大工事を特集した動画も、豪華6本立てで公開していますので、ぜひ見てくださいね。一方、先ほどの映像にもありましたが、新しい線路のうち、駅北側の道路を横切る部分は、大半がまだ姿を見せていません。この部分は工事の当日に施工し、その際に道路を通行止めにするため、22日の朝4時頃から12時頃まで、車両が通行できなくなります。そしてこの工事の先にあるものが、線路の向こうに姿を現しています。線路脇にあるこの設備、それなりに大きな規模ですが、建物にしては随分とスケスケな構造です。そして左側にくっついている、この部分。さらに近づいてみましょう。ホームの終端にある北口から、改めて駅の外に出てみます。この階段の左右には、
光を取り込むための半透明のガラスがはめ込まれています。最近の駅ではあまり見かけない時代を感じさせるスタイルです。また、改札口は高架下にある一方、高架橋の建設時期が古いこともあって天井が低く、梁が大きく張り出しているところもあるなど、窮屈な感じです。改札を出て目の前にある道路を右に曲がり、橋梁が架け替えられるあたりをさらに越えて、線路の東側へ進みます。近くのビルにつながるペデストリアンデッキのエスカレーターを上がると、その全体像が見えてきます。複数のデッキがあの部分につながっており、上下に移動できそうな感じがするものの、かなり手前からフェンスで仕切られ、たどり着くことはできません。この階層は線路より少々上の高さにあり、向こうにあるのはデッキをつなぐだけの設備にも見えますが、内部をよく見ると、手前の看板には、浜松町駅に乗り入れる各線への案内があります。そう、この設備が、これからこの駅が迎える、大改造計画のピースです。浜松町駅では開業後に周辺の開発が進み、駅西側では大規模ビルが誕生しました。ここはかつて都電の工場があった場所であり、浅草線の車庫にする計画もありましたが、都心にあるまとまった広さの土地を車庫にするのはもったいないということで、取りやめとなっています。そしてここ数年、駅の東側、東京湾寄りにある竹芝エリアの再開発も進み、駅の東西がそれぞれ発展してきました。先ほどの設備から横に伸びるデッキは、竹芝エリアに伸びるデッキです。一方、駅の東西を結ぶ動線は貧弱で、現在は駅の北側にある、あの細い歩道しかありません。特にモノレールの駅からは、ビルの中を通って地上に降り、東側に抜けてデッキに上がるしかない状態です。JR の駅構内を抜けるルートもありますが、入場料がかかります。この状況を改善するため、駅の東西をつなぐ自由通路を設け、途中に新たな橋上駅舎を設ける計画が決まったのです。元の橋上駅舎はなくならず、新しい駅舎は元の駅舎に接続されます。高架橋の横には、東西自由通路と北口橋上駅舎の文字が入った建築計画のお知らせがあります。完成予定は2028年10月、今から6年以上先となっています。線路上を離れた場所から見ると、自由通路などの土台になるであろう鉄骨が姿を見せています。これらは京浜東北線の線路切り替え工事よりも遅れて完成する予定で、線路の切り替えに伴う改札口などの変更はありません。現在竹芝エリアへのデッキへは、線路をくぐった先にあるエスカレーターから上がるルートになっています。鉄骨を組み立てて作った構造で、壁はなく、線路脇の部分よりも簡素な作りです。ちなみに鉄骨などが視界に入るものの、このエスカレーターからは浜松町駅とビル群が一望できます。一方、エスカレーターにつながる動線はデッキにかぶさるように設置されており、この先にはすでに仕上げの済んだデッキが続いています。このエスカレーターはあくまで仮設のもので、自由通路が完成した際には撤去されることになりそうです。この自由通路が完成することで東西の動線は大きく改善されますが、同時に現在ある北口は廃止されることになっています。今ではあまり見かけなくなった歴史を感じさせる改札口。その姿が見られる期間はそう長くないようです。一方、この駅の改造計画は駅の西側でも進んでいます。先ほど私がいた自由通路が接続される予定となっているペデストリアンデッキのすぐ横でも何やら工事の予感がしています。先ほどの看板で完成時期が今から6年以上先の2028年となっていた理由の一部が実は駅の西側で進むもう一つの計画にあるのです。あまり登場しなかった浜松町駅の西側ですが、そこで重要な役割を果たす東京モノレールの駅と羽田空港アクセス線をめぐる計画はまた別の動画です。ご視聴ありがとうございました。